サンムーンです。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのは履かなくなったデニムジーンズのリメイクバッグです。ジーンズなのでこのようなポケット付きになっています。横巻き付きのトートバッグ、そして今回はデニムをトートバッグに仕上げる方法とこちらの裏地をつける方法をご紹介させていただいています。そしてせっかくなのでこのデニムジーンズの雰囲気に合わせてこちらのブローチで飾り付けもしています。簡単に作れるリボンブローチの作り方もご紹介させていただいています。ぜひ作ってみてくださいね。最後までご覧ください。それではジーンズの方をカットしていきます。まずこちらのウエストの部分ですね。こちらをだいたいこのように合わせて置いていただきまして平置きしてください。そしてお使いのジーンズによってだいたいでいいのでこの股の下のよりも長めに今回は35センチぐらいのところにまず印をつけます。ウエストラインからだいたい35センチのところにこのように印をつけていきます。そしてこのように線を大体でいいので引きまして裏の線を引いたところに合わせましてカットしていきます。こんな感じでカットができました。それではカットが終わりましたら股の部分の糸をほどいていきます。しっかり縫ってあるのでほどくのが大変なんですけれどもこういったリッパーや糸切りばさみを使っていただいて少しずつほどいていきます。大変ですが少しずつ切っていただきましたら外せます。こちら股の部分をこのように開きましたら続きましてこちらのところですね、ここもほどいていきます。だいたいここまでほどいていただいたら大丈夫です。それではほどきましたらこの股のところをこのように置いていただきましてこのようにスカートのような感じですね、こちらを待ち針で留めます。このように待ち針で留めましたらこちらを重なっているところまで縫っていきます。それではこちらのところこの交差している部分からこの部分ですね縫っていきます。こんな感じです。こちらの部分は返し縫いしてください。それでは裏返していただきましてこのように置きます。で大体でいいんですけれども先ほどのこの交差したところですね、こちらの幅から今回のジーンズの場合はだいたい20センチなんですけれども同じように端の方に20センチぐらいのところに印をつけます。そしてこのように線を引いておきます。待ち針で留めましてこちらを今描いたラインのところをミシンで縫います。それではこちら縫っていきます。このように縫いましたらこちらの余分な生地のところはカットしておきます。だいたい1センチぐらいでカットしておいてください。こんな感じです。こちらの後ろ部分のお尻の方側ですね、こちらの方はこのように縫えましたらこのように平置きしていただきまして待ち針で留めます。このウエストのあたりがこのように合うような形で合わせて待ち針で留めていきます。このように待ち針で留めましたらこちらのこの交差している部分に合わせて端にラインを引きます。そしてこちらのラインより1センチ上のところにも線を引いておきます。大体でいいんですけどこのように1センチ上の方に線を引いていただきましたらこの上のラインの部分をミシンで縫っていきます。それでは縫っていきます。先ほど描いていただいたこちらの上側の方のラインですね、こちらを縫ってください。この時こちらの後ろ側のところの縫い代は割れているように気をつけてください。
このように縫えましたら、先ほど下の方に書いていただいたこのラインの方ですね、だいたい縫い代1センチで、こちらの方で生地はカットしておきます。こんな感じですね。それではここにまちを作っていきます。底の部分をこのように開いていただきまして、まち5センチの線を引きます。このように中央から 2.5 センチ、2.5 センチになるところに線を引きまして、待ち針で留めておきます。反対側にも同様にまち5センチを作ります。同じくこの中央のところから 2.5 センチ、2.5 センチのところに線を引いてください。そうしましたら、まちの部分を縫っていきます。このように中央のところは返し縫いしておいてください。端から5ミリほどのところも返し縫いをしておいてください。そして縫い代1センチほどで余分な縫い代の部分はカットしておきます。こんな感じです。それでは裏地を作っていきます。今回の裏地はとても簡単な作り方です。まずこちら、今回はまち5センチを取っていますので、この裏地をこのように中表に半分に折っているんですけれども、こちらの底のところにだいたい 2.5 センチのところに線を引いておきます。そしてこの線を引きましたこの 2.5 センチのところにバッグの底の部分を合わせます。このように合わせましたら、このバッグの周りの縁を大体でいいのでかたどっていきます。このように型を描きましたら、きれいに線を引いておきます。このように線を引きましたら、生地がずれないように待ち針で留めておきます。このように待ち針で留めましたら、こちらの脇の部分はだいたい縫い代1センチを足してカットします。そしてこちらの袋口のところは 1.5 センチぐらい縫い代を取ってカットします。このようにカットできましたら、こちらの両脇をまず縫います。それでは裏地のこのように両脇のところを縫い代1センチで縫えましたら、ここにまちを作ります。5センチのまちを描きます。中央から 2.5 センチ、2.5 センチのところに線を引きます。反対側も同様に5センチのまちを描きます。まちが描けましたら、こちらをミシンで縫います。中央のところとちょっと端に 5mm のところに返し縫いをしておいてください。そして余分な縫い代のところは縫い代1センチぐらい残してカットしておきます。こんな感じです。それでは続きまして持ち手を作ります。まずこちらカットしていきます。今回は3センチ幅の40センチの長さの持ち手を作ります。まず42センチ横幅描いていただきまして、縦8センチで型を描きます。もう1本の持ち手の方もこちらに42センチ縦8センチの型を描きます。このように描けましたら生地を裁断します。横幅42センチ縦8センチの2本できました。それでは持ち手の端のところを縫い代1センチでまず折っていきます。1センチで折りましたら半分に折ってアイロンをかけていきます。アイロンがけが終わりましたら持ち手の両端を端ステッチしておきます。それでは持ち手の端ステッチをしていきます。端からだいたい 2,3mm の位置を縫ってください。こちらを縫い終わりましたら反対側の端も縫います。こんな感じです。
それでは裏地の方の袋口を 1.5 センチで折っていきます。まずこの脇の縫い代のところは割ってアイロンがけをしておきます。それでは袋口のところ 1.5 センチで折っていきます。それではバッグの方にこの持ち手の方を仮止めしていきます。このように平置きしていただきまして、大体でいいんですけれども、今回は端から7センチの位置に持ち手をつけます。こんな感じで留めていきます。このように持ち手を留めましたら、こちらのジーパンのウエスト部分のところにすでにステッチがあると思うんですけれども、このステッチの上を縫いまして持ち手を縫い付けます。それでは一旦バッグの方を裏返していただきまして、そしてこちらから持ち手を縫っていきます。このようにこちらのウエストのステッチのところを縫い付けてください。そして縫い付ける際は何度か返し縫いをしてください。このような革のタグなどがついている分厚い部分はゆっくり針を進めていただいたり、針を太い針に変えていただいて縫っていただいたら大丈夫だと思います。それではこちら表地の方に裏地を縫い合わせていきます。まず表地の中にこのように裏地を入れます。そして袋口のところを待ち針で留めていきます。このように待ち針で留めましたら、袋口を1周縫います。その際にこちらのへそのところですね、こちらはデニムが2枚重なっているので縫えない場合はこちらの部分だけ手縫いで縫い付けるなどやってみてください。それでは縫っていきます。こういったベルトのところですね、こういった生地が重なっていて分厚いところはゆっくり進めていただくか、針を手で回しながら一針一針進めていただいてもいいと思います。この一番分厚い部分ですね、こちらは手で回しながらゆっくり進めていきます。こんな感じです。こちらのウエストのボタンのところですね、こちらは一番生地が分厚く重なっていますので、ゆっくり進めて進みづらいところは手で回しながら一針一針進んでいただいたら、針が折れることも糸が途中で切れることもなく、ゆっくり縫い進められると思います。こちらで袋口の方を一周縫いましたら、バッグ自体は完成です。今回はせっかくなのでこういったブローチピンでバッグを飾り付けしようと思います。こういったブローチピンでお好みの位置に縫い付けると可愛いと思いますので、今回は簡単に余った端切れでリボンのブローチを作って飾り付けをしたいと思います。まず大体なんですけれども、今回は8センチ8センチのこちらの端切れと8センチ 2.5 センチの端切れを用意しました。まずこのように両端を少し折って、そしてミシンでこちら端を縫います。そしてこちらの8センチ8センチの生地の方もこのように半分に折っていただきまして、この真ん中にだいたい2センチか 1.5 センチぐらいの返し口を開けて縫います。では今回はもう本当に簡単に作るリボンブローチですので、アイロンがけもせずにだいたい5ミリぐらいですかね、折っていただいて縫います。反対側も同じように折っていただいて縫います。こんな感じです。そしてこちらのリボンの本体の方ですね、こちらも縫います。だい
たい縫い代 5mm ほどで縫いました。そしてこちら真ん中のところに返し口 1.5cm から 2cm ほど開けて縫ってください。それでは角の余分な生地のところはこのようにカットしておきます。そしてカットしましたら返し口から表に返します。角は目打ちやリッパーなどのこの先の方を使っていただいてきれいに出してください。このように表に返せましたら一旦半分に折っていただきまして中央のところが分かるようにしておきます。そして大体でいいのでこのように折っていただきまして先ほど折った中央のところにこのように針を刺します。そしてもう一度このように縫っておきましてそちらにこちらが裏の方ですね。そして表の方を向けてリボンを巻きます。リボンを巻きましたらこの端のところは折ってそしてこのように留めておきます。先ほどの通したこの糸ですねそちらをこちらの端のところにまた出してきていただいてこちらの折った端のところを縫い付けます。大体でいいので少しこのリボンの本体の方ですねにも少しずつ縫っておきます。このようにリボンを縫い付け終わりましたらこちらにブローチピンを縫い付けます。ブローチピンをこのように縫い付け終わりましたらこちらでリボンのブローチが完成です。もう簡単な作り方なのでよかったら作ってみてください。そしてこちらこのようにお好みでこういったフェルトのブローチでしたりこのリボンのブローチなので飾り付けしたら可愛いオリジナルバッグが完成すると思います。是非作ってみてくださいね。リメイクデニムバッグが完成しました。最後までご覧くださりありがとうございました。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。